で、あとこれもねすっごい良かった。この偏愛のすすめ、ポケットサイズの手帳ぐらいの大きさのノートになってるんですけど、偏愛のすすめって書いてある通り、それぞれのカテゴリーで超偏った内容のメモができるようになってるんですよね。町中華ラバーとか酒場ラバー、これだから町中華のことが書けるようになってるメモが入ってるんですよ。でこっちは酒場ですよね、バーとかね、飲み屋の場所です。でこれはコーヒーラバーということで、コーヒーの味ですね、味のメモが書けるようになってて、サウナ今流行ってますもんね。サウナラバーとかステッカーラバーとかね、カプセルトイ、私これすごい欲しいですね。カプセルトイ、ついついやっちゃうカプセルトイ、映画ラバー、本と漫画ラバーってことでね、ステッカーとカプセルかな。私この2つは多分三日坊主にならずにつけれる気がする。しかも可愛いんですよね、このノート一個一個もね、こうグラフがついてたりとか、書きやすい仕様になってて、すごくちゃんとこのクリアビニールケースのノートなので丈夫なんですよね。だからガシガシ持ち歩いて、本当にこの町中華だったらもうその行った中華料理屋さんでかけるみたいな、コーヒーもその喫茶店で飲んだコーヒーその場でかけるみたいな、そういう感じでね持ち運べるっていうのがすごい考えられてる商品だなと思いました。しかもねこのボールペンはアンテリックさんのちっちゃくなる方のサイズのボールペンです。だからねそれがね縦にぴったりぐらいだったんで、アンテリックさんのミニボールペンのサイズだと思っていただければいいかなと思います。これね文具女子博でゲットしたボールペンなんですけど、ノートの縦の長さはこの長さですね。短くした方のボールペンの大きさです。アンテリックさんのボールペンって言ったので、書き心地は問題ないと思いますし、ちゃんとねそれぞれのこうモチーフのねボールペンになってるのでめっちゃ可愛いですよね。これもねもう買えるので本当早く出会いたいんですけどね。これ1個1595円みたいですね。このねチャームも超可愛いのこれはもう見た瞬間に本当にビビビッときちゃいましたね。ショップカードなどを入れられるポケット付きということでね、ポケットも付いてるんですって。内側ポケットもあるしいいですね。今回並んでた新作本当私の好みに全部ドンピシャでめっちゃ欲しかったですね。なんでここで買えないんだって思いました。別売でちゃんとリフィルもあるっぽいのでなくなっちゃってもね大丈夫ですし、方眼メモもね売ってるみたいなので、さらに情報を書き足したいとかの時にね、このサイズのリフィルってやっぱなかなかないかもしれないので、ボールペンはね1本440円みたいですね。可愛いですよね。そうで、こちらもね新作めっちゃ可愛いんですよ。このねお花のデザインもこの騎士館描いてる方と同じデザイナーさんらしいです。すごい素敵ですよね。これもねもうすでに発売されているもので、このメモパッドは418円ですね。100枚のメモ帳、4柄×各25枚、可愛いですよね。レターセットとかバースデーカード、マスキングテープもありますね。めっちゃ可愛いマスキングテープ363円ですね。フレークシールも売ってます。このねポケットクリアファイルも3ポケットですね。グリーンフラッシュさんは大人向けのミッフィーをやられてるので、すごいこうニュアンスカラーが使われてて大人が持ちやすくて、でも可愛らしさは残ってるっていうね素敵なデザインになっております。箔ついてるマスキングテープもあるみたいですね。これ1月22日発売だったので、もう発売はされてますけど比較的新しい商品ですね。いや可愛いですね。ミッフィーちゃんもね超可愛い。もうこのねパンフレットはねいただいた瞬間にね一生見てられるなって思いましたどこまでも可愛い。でそうこのね90周年の藤子 F 不二雄さんのキャラのね商品すごいねこだわりが詰まって
ってるっておっしゃってました。このイラスト、ドラえもんとかチンプイとかね、ポコニャンとかキテレツ大百科とか、この使われてるイラスト、原画と同じイラストなんですって。なので藤子 F 不二雄ミュージアムとこのグリーンフラッシュさんでしかゲットできない絵柄なんですって。この絵を使わせてもらう許可を得るのすごい大変だったみたいで、すごい厳しいんですって、規定が。なのでこの商品なんと1年間しか販売しないんですって。なのでね、この原画の藤子 F 不二雄さんが描いたこのねキャラクターアイテムをゲットしたい方は早めにゲットした方がいいです。売り切れていなければね、来年の1月以降も在庫がなくなるまでは販売されるみたいなんですけど、でもね、売り切れちゃったらおろせるのは今年いっぱいらしいので、そこで終わりになっちゃうんですよね。なんで原画ファンの方はね、ぜひ今年中にゲットしてくださいもうね、これも販売されてるものなのでロフトさんとかでねゲットできると思うんですけれども、いいですよね、この原画の。しかもこのねメモ帳の色も見せていただいたんですけど、すごいレトロな感じのいい色合いでした。くすみカラー的な、すごいね大人っぽかったです。可愛いですよね。原画のマステやばいですよね。本当にミュージアムでしか買えないレベルの商品だと思いました。これはねすごい努力されてね、この絵を使う権利をゲットされたんだと思うんですけど、すごいね情熱を感じましたね。お話伺っててもこの商品に対する熱い思いみたいなのをひしひしと感じました。このボールペンもねめっちゃくすみカラーでね可愛かったです。大人の人が持ちやすい色でしたね。このドラちゃんの頭身のイラスト使ってるグッズってほんとないですよね。この一番初期のドラえもんじゃないこれ。カラーもね本当にいい感じのくすみニュアンスカラーで素敵です。でね、あとすごいこだわってらっしゃったのがこのおふくもんっていうシリーズの商品で、これねのし袋なんですよね。なのでね、使う場所は限られてはくる商品ではあるんですけど、これすごいこだわってて、ちゃんとねこの水引きとかこののしとかは職人さんがこの伝統的な作り方で作ってるものをそのまま使われてるんです。なのでねちゃんと由緒正しいものをちゃんと使ってるっておっしゃってました。そしてねこの柄もちゃんとこう意味がある、昔から受け継がれてきている柄、伝統とかね大事なね古き良き部分は守ったまま現代風にアレンジして使いやすくしているっていうご祝儀袋になっているとおっしゃってました。このね寿の文字もこのホログラムの箔になっていることで古臭すぎずねモダンな感じで、でもちゃんとしてるんですよ。なのでいいご祝儀袋になっているっていう形ですよね。こちらのねポチ袋とかも同じく伝統も大事にしつつ崩しすぎない形でちゃんと今使いやすいデザインになっているというね、一個一個この水引きとかねのしも職人さんのね手作りでこだわってらっしゃるなって思いましたね。あとねグリーンフラッシュさんは実は ODM とかもやられてらっしゃるみたいで、美術館とかで展示物見た後最後その美術館で展示されてるもののテーマに合わせてお土産が買えるグッズコーナーみたいなのあるじゃないですか。あそこに出てる商品とかを作られたりもしてるみたいで、もうそれはね初めて聞いてびっくりしましたね。なので美術館見終わってショップに行って手に取ってるメモ帳はもしかしたらグリーンフラッシュさんが作ってるかもしれないんですよ。そう、他にもね企業さんからの依頼でその商品のロゴとかマークが入ってるメモ帳とかねグッズを作られてたりとかで、陽明酒とかもありました本当にねいろんな会社さんのグッズをね ODM っていう形で作られてるみたいで、こういうお話はねやっぱりこういうイベントに行かないと聞けなかったなと思ってね、これ
もグリーンフラッシュさんが作ってたのみたいなね感じで驚きもあって面白かったですね。今ね紹介したカタログでねお見せしたものに関してはすでに販売されているものなのでね、ぜひぜひロフトさんとかでねチェックしてみてください。さあ続きましてはこちらじゃーん、コマモノラボさんでございます。このねコマモノラボさんも文具女子博でね見たことはあると思うんですけれども、フォンテとかね、あとはオールドレスタとかグリーフルとかを売られているブースさんでございます。私知らなかったんですけど、コマモノラボって日販さんがやられてるんですね。日販さんね、文具女子博運営されてる会社さんなのでね、今回来てらっしゃったのは部署が違う方だったんですけれども、全然知らなかったのでびっくりしました。ここも日販さんと思ってでね、パンフレットもらってきたんですけれども、これ新作ですね。フォンテさんのビーロ X の方でね私リツイートさせていただいたんですけれども、こちらはフォンテの中の新しい万年筆でございます。今までねフォンテさんこんな感じでね、私は3本持ってるんですけれども、万年筆と筆ペンとガラスペン、あとボールペンが販売されております。私はちょっとこの3点なんですけれども、すごいね買いやすい価格帯で販売してくださる、しかもカスタムできるということでね、このキャップの色を自分でね選ぶことができる画期的なね商品のラインでございますけれども、このフォンテにさらに新しくビーロというラインができます。これがね万年筆なんですけれども、よりスタイリッシュで大人っぽくなって登場ということでね、めっちゃ可愛かったです。実物見せていただいたんですけど、今までのねフォンテはちょっと丸みが強めの可愛らしいフォルムだったんですけれども、これはねもうちょっとこう四角くシャープな感じになっていて、より高級感が増したなっていう感じでね、色合いもね可愛いですよね。でこれブースのね方もすごい語ってくださったんですけど、この中のねコンバーターの金属の色が金色なんですよ。ちょっと私今中身ね空っぽにしてるのでコンバーター入ってないんですけど、元々のフォンテのコンバーターはシルバーなんですよね。それが金になったので、こう中身スケルトンのやつを買うと金属の金がね見えてとても綺麗でした。でこのビーロはカスタムできるところが、この上のキャップのここのカラーですねと、あとこのお尻のカラーが変えることができます。ここをカスタムって感じだから、ボディのキャップと胴体はこの色は固定なので自分の好きな色を選ぶんですけど、キャップとお尻の先端の部分をね色変えてカスタムするというスタイリッシュなタイプになっておりました。ワインレッドもありますね。でこちらは今までのこのフォンテで使ってるカートリッジも使えるので、フォンテのカートリッジまだ余ってるのにっていう方でもそのままこちらで使うことができます。広島の文具女子博から先行販売ということでね、私を含めね広島以外の方はねもうちょっと待たなきゃいけないんですけれども、実物とても可愛かったです。お値段はね元のフォンテよりはちょっと高くなるんですけれども、それでも万年筆としてはねとても安い価格帯なので楽しみですね、買えるのが。で新商品としてはねフォンテビーロが一番押されてる感じだったんですけれども、ここにもより細かく書かれてますね。こんな感じかっこいいですよね。このねミニガラスペンとかは前回のね文具女子博で販売されましたよね。でオールドレスターの方ではこの刺繍メッシュポーチとか、このね各会社のロゴが入ってるブックカバーとか、これ布製でした。あとこの刺繍の缶バッジ、これね刺繍がすごくて、特にこの昭和ノートの刺繍はめちゃくちゃ細かくて、本当にねなんとなくジャポニカ学習帳って読めちゃうんじゃないかっていうぐらい細かく、ひまわりとかもねすっごい細かく花びらの描写も刺繍されてて、すごい技術だなと思いましたね。で結構大きめでした。70×90 ミリなんでね
立派な刺繍缶バッジとか刺繍キーホルダーとかワッペンシールが展示されてましたね。あとね、今回から初めて古川志功さんとコラボされるということで、トートバッグとか巾着とか古川志功さんの絵だって思うやつがねいっぱい並んでました。2024年の春発売予定ということなのでね、古川志功さんとのねコラボは初めてということで、まあ可愛いの間違いないよねって感じなんですけれども、古川志功ハンカチとかもありますね。手ぬぐいもあります。どれもね可愛かったです。さあ続きましてはこちら、エポックケミカルさんのコバルっていうね部門のブースが出ておりました。今までね私も動画でこちらのね丸ライナーとかね、あと昭和レトロのね文具がいっぱい入った福袋とかね、エポックケミカルさんの商品動画でねご紹介してるんですけれども、今回新作でこのカラリンナイトっていうのが出ますということでね、実物試し書きとかねさせていただきました。これね6色出てるんですけど、基本的には全部ネイビーなんですけど、この後ろのね白いマーカーの部分でスッとなぞるとそれぞれの色に変わるっていうね可愛らしいペンでございました。スッて白いのでなぞると本当に綺麗に色が変わってくれる感じなので、すごくねいろんな楽しみ方ができるペンだなと感じましたね。色味もねくすみカラーですごい可愛かったです。あとね、この丸ライナーの新色が出るということで、新色のね展示されていたんですけれども、発売の時期がね未定だそうです商品はあるけどいつ発売するか決まってないということでした。こっちはね2月の26日から発売される予定ということでした。なのでね、ペン沼の方は多分すごい楽しいペンだと思うので、ぜひチェックしてみてください。さあ続きましてはこちら、じゃーん、株式会社奥山商会さんですね。すっごいねいっぱいシールが並んでて、ちょっとねレトロな感じもする和柄の多いシールだったりとか、小学生の時とかにたくさん集めたシールだったりとか、ニコちゃんマークのちょっとキラキラしたシールとかね、あ、これ塾とか習い事とかでこうできたよシールの代わりにもらったことあるみたいな、そういうシールがねたくさん並んでるブースさんでございましたね。これ超可愛いですよねこれね懐かしい、どこかレトロ感というか懐かしさを感じるシールがブワー並んでて、絶対皆さん見たことありますよね。このシールだいたいどこの文具屋さんでも置いてるんじゃないかなっていうぐらいね既視感だらけのシールたちなんですけれども、すごいねこのブースさんを見せていただいて感動したのが、展示されてるねシールの中にこのシールを使ってこういうことできますよっていう制作見本みたいなのが置かれてて、ここら辺に載っけてると思うんですけれども、今までね結構私もシールコレクターなので、あ、可愛いと思ってバーってねこういうの買うんですけど、結局どうやって使おうかなって思ってたんですよ。でもその見本を見せていただいて、ああなるほどと思ってね、参考にさせていただきたいなと思ってね、ちゃんと許可を得てお写真撮らせていただいております。このカタログの中で絶対1枚は持ってるでしょ1枚どころか多分数枚持ってる方もいるよねそれぐらいね多分身近に置かれてるシール作られてるね会社さんだと思います。でこれねサンプルで1枚いただきました。これはねちょっとどっちかっていうと特殊シールの部類に入るんじゃないかなと思うんですけど、ビニール系のねちょっと丈夫な紙じゃない素材のほんのり立体感のあるシールになってますね。これ粘着力もすごいしっかりあるんでね、本当に推し活のね硬質カードケースデコとかにすっごいいいシールだなと思います。どっちかっていうとレトロ系が多いかなとは思うので、デザインとかっていうのはお好きなのをね選んでアレンジするのがいいかなと思うんですけれども、シールのクオリティ的にはねやっぱりどれもすごくしっかりしてるシールだなって感じたので見せていただいても、ちなみにこちらの会社さんウェブショップもやってらっしゃるそうなのでネットでも買えます。
シールって集めちゃうんですよね。今調べたらね、この QR コードでね、ショップ飛べました。なので、ぜひチェックしてみてください。さあ、続きましてはこちら、共栄プラスチック株式会社さんですね。展示されてたね、文房具がとっても可愛くて、ついつい覗いてしまったブースさんでございます。こんな感じでね、これはね、一般販売されている文房具ということで、このフルっていうシリーズなんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。こんな感じ、めっちゃカラフルですよね。このクリアケースだったりとか、このブッククリップとか、あとこの鉛筆の形をしたね定規とか、あとこの下敷きインデックスとかね、下敷きとインデックスが足されてるような商品なんですけど、こういうこのラインナップがねバッて並んでて、すごいカラフルで目を奪われましてね、覗いてまいりました。このイラストがね印刷されてるんですけど、これ全部ねもともと切り絵なんですって。デザイナーさんがこういう感じで切り絵で作ったものをそのままデジタル化してデザインされてるんですって。なのでこの切り絵状態のものが飾られてて、めっちゃすごいと思いましたね。すごく明るく楽しくなるデザインだなと思いました。これはねもうすでにロフトさんとかハンズさんとかで買えるみたいなのでね、ぜひチェックしてみてください。ちなみに見本をいただいてきました。1個こちらねすごい気になった商品なんですけど、ブックリップっていう商品で、これねマグネットなんですよ。マグネットで穴が開いてて、まるでね商品のタグみたいになってるんですけど、これだから本とかにこうやってね、例えばこういうバラバラした資料をピタッとねこう挟んでまとめることもできますし、マグネットなんでね、横向きでちょっと飛び出せばしおりとかインデックスみたいにしても使えますし、ここね穴があるので S 字フックにもかけられるし、まあ磁力はねそこまで強固ではないので重たいものだと落ちてはしまうと思うんですけど、このアイディアが可愛い、あとデザインが可愛いね。これ切り絵なんですよもともと可愛いですよね。ブックマークとしてねすごくいいですよね。両面マグネットということでこう挟んだまま冷蔵庫にも貼れると、可愛いお品でございます。であとね、究極の下敷き極みっていうシリーズを売られてるんですけど、これのね新作があるらしくて、これもうすでに売られてる商品なんですけど、パッと見カッターマットみたいな感じの下敷きなんですけど、柔らかくていい感じにペン先が優しく沈んで書きやすいっていう、そういう感じの下敷きなんですけど、これの新作がこのカリグラフィー用の斜め線、このガイド線が入ってる下敷きなんですよ。これね超欲しいと思いました現場でね買えないんでね、おーと思って見るだけ見て帰ってきたんですけれども、いやレタリング練習中のね私からすると、このガイド線のやつって毎回コピーしないといけなくて、練習の時に。でもこれがあれば上からね白い紙こうやって載せるだけで練習できるんで、まあもちろん上手い人はねいらないかもしれないんですけど、私みたいにこれから練習するっていう人はこれ毎回コピーするのもそれだけで練習サボっちゃうぐらい億劫なんですよ。だけどこれがあればすぐ練習できるんで、これは欲しいと思いました。1枚の価格は1100円みたいですね。いやこれはね買うカリグラフィーとか練習してる方はこれめっちゃおすすめ。裏は黒なんでね、これ別にどっちでも使える、両面使用可能って書いてあるんでね、車線邪魔だなって思う時は無地としても使えるんで、これすごくいいですよ。おすすめ。他にもねこの測るを極める極みシリーズの定規とかもあって、かなりねスタイリッシュな文具も作られているっていう感じだったのでね、今回出会えてよかったなと思った会社さんでございました。さああと2社です。
続きましてこちらウッドペペさんです。ウッドペペさんね、前回の文具女子博から初参加ということでね、名前知ってるっていう方も多いと思うんですけれども、シーリングスタンプ専門ブランドということで池袋にねお店があります。オンラインショップもねあるみたいですね。お話をね伺ってきたんですけれども、ウッドペペさんなんとこのワックスとか輸入とかじゃなくて全部自社製品だそうです。なんでね、見本がねいっぱい置いてあったんですけど、発色がやっぱりすごく良かったですね。1個ね体験ということでワークショップを受けさせていただいて、自分でシーリングスタンプを押してまいりました。私が押したのはこの金魚の柄ですね。ラメもねすごいしっかりと現れる感じで、確かに発色いいですよね。偏光パールはねこう肉眼で見た方がやっぱ分かりやすいので、こう動画でどれぐらい伝わってくれるかわからないんですけれども、しっかりキラキラしております。なので質のいいロー、そして質のいいスタンプヘッドをね売られているということで、安心して購入できるお店だなと思いましたね。結構ね和柄とかも多くて、他のところじゃ買えないデザインみたいなものもねあるのでね、素敵ですよね。すごいたくさんありますね。でこのシーリングワックススプーンもだいたいどこのね会社さんもそうですけど、この片方しかこう垂らす場所がないスプーンばっかりじゃないですか。今回ねなんかウッドペペさんはこの両側からどっちでも流せるっていうねスプーンを作られたみたいで、2024年新仕様ということでね、こちら新商品みたいです。今回はねちょっと時間がなかったのもあって、このシーリングワックスの方しかねお話聞いてないんですけど、革製品みたいなものも売られてましたね。ハンドメイドレザーキーチェーンということでね、キーチェーンキーチャームということで、この可愛いやつもね置いてました。池袋の店舗に行けば見れるのかなね、めっちゃ可愛いですね超可愛い。さあそれでは最後ですね。最後はじゃじゃん、マルモ印刷さんでございます。マルモ印刷さんはねオンライン文具女子博の予習の時にもねお話ししたんですけれども、私はお皿のね丸いメモをオンライン文具女子博でコンプセット購入しております。実はね今日届いたんですよ。今この撮影してる本日届きましてですねこの動画の次の動画はねオンライン文具女子博の購入品紹介しようと思ってるんですけれども、そのマルモ印刷さんでございますよ。マルモ印刷さんね新商品って何かありますかって聞いたら、新商品はこのね大カットメモのこの犬と猫バージョンが増えたぐらいですかねっていう感じだったので、このメモですね。これ見たことない新商品みたいなのはなかったんですけれども、サンプルをすごいいっぱいくださったのでね紹介させていただきます。インラインダイカットっていうのを、得意とされている、特殊技術ですよね。これねすごいですよね。カードをねこういう風にやると起き上がらせることができると、結構しっかりスタンドしますからね。こういう技術をこのメモパッドで使われててとても可愛いですよね。こっちもねすごいじゃじゃーん。そうこの立体感すごいですよね。しっかり立つっていうところが、結構こういうのってへなってくるやつ多いじゃないですか。これすごいしっかり立ちますね。あとこれね、この影を楽しむみたいなシルエットメッセージパッドってやつね。今ね撮影用に影ができないようにライトセットしてるんでね、影がなくて申し訳ないんですけれども、これでここにねこう影ができるという素敵な演出ができるわけですよ。マジ影できないねまあそうだよね
すいません。でもすごいかっこいいですよね。細かいんです、カットがめっちゃ。ここ今ねちょっと細かすぎて抜かないですけど、これ全部多分抜けるんですよね。この窓の部分ね。だからこれもそのシルエットとして浮かび上がるんですごいなと思います。あ、これもすごいですね。全部これ大カットになってるんだ。あはは、これはねなんかちょっと快感ですね。すごい。しかもやっぱだからこれ特殊技術でねちゃんと切れてるから、こんなに細かくてもちぎれないんですよね。すごいですね。いやすごいわ。こんなに細かくてもちぎれないしずれてないし綺麗に大カットされております。すごいね、かっこいい。このまま飾りたいもんね。でこれはね実際の商品であるメモパッドのやつですね。大カットスタンドカードということでね、こういう感じ、こういう風に立てれるわけですよ。いや超かわいい、超かわいいよ。パンダもかわいい。だってこれとか超細かいじゃん。でも全然ちぎれることなくいきますね。すごいね。これね今回オンライン文具女子博でも犬ばっかりのね福袋とか猫ばっかりの福袋ありましたけど、いやかわいいかわいい。猫かわいい。いやいいですよね。本当にねスムーズです。ペコって外れるのがね。結構引っかかったりとかでちぎれそうみたいなやつ多いじゃないですか。同じ大カットのものでもね。なんかすごいね軽く綺麗にできます。これポストカードですね。ちょっと大きくて紙が分厚くなるんで、このくっついてる部分がねちょっと硬くはなるんですけど、やっぱり綺麗にできますね。いや可愛いよ可愛いよ。このミモザめっちゃ大変そう。すっごいね細かい凹凸と言いますか波があるんでね、これは大カットの技術としてはめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、全然大丈夫。素人でも綺麗に剥がせます。富士山これ剥がすの楽しいいいですね、素敵。すごい。この紹介したものはねもうすでに販売されているものなのでね、迷ってた方はね今のペリペリ感とねこのしっかり立ってくれるっていうのをねなんとなくイメージこれで伝わったかなと思うんですけれども、オンラインショップねやられてるみたいなのでねぜひチェックしてみてください。でなんか文具じゃないんですけどっていうことだったんですけど、ランチョンマットが新しく出たということでめっちゃ可愛いの。これでも紙だとは思うんですよね。でこれね大カットのランチョンマットでこういう風にね立体的に動物さんたちがね食べてるの見守ってくれるんですよ。めっちゃ可愛いよね。こんな感じでね立体的に見守ってくれるのいやこれ見た瞬間にうちの子供に欲しいと思ってうちのね子供ね今まだ遊び食べをする年齢なんで、特に下の子が座っててくれないんですよ、ご飯食べる時にね。上の子もでも結構すぐ飽きちゃうっていうかご飯飽きちゃうんで、こういうね楽しいランチョンマットがあると椅子に座ってくれる時間長くなるんじゃないかなってこの商品見た瞬間に思い浮かんで、めっちゃ欲しいって思いましたしかも使い捨てできますもんね、これ紙だからね。すごいいいなって思いましたね。めっちゃ可愛くないですかしっかり立つし、子供目線だったらめっちゃなんか迫力すら感じると思うんですよね。でこれはキャンプ。いやキャンプも可愛い。こんな感じめっちゃ可愛いですね。いや可愛い可愛い。これねちょっと文具ではないんですけど雑貨ということでねめっちゃおすすめですちっちゃいお子さん、椅子に座ってくれないお子さんがいる方はぜひおすすめしたい。
はい、ということでね、限られた時間の中でね、パーッと回らせてもらったんですけれども、本当に今まで知らなかった会社さんとも出会えましたし、そもそもね、こう B2B っていうね、普段は入れない世界を見せてもらったなという感じで、とても貴重な体験をさせていただきました。皆さんにもね、少しでも新商品とかね、今後発売されるかもしれない商品たちのね、情報をお役に立ててたら嬉しいなと思っております。さっきね、ちらっと言いましたが、次回は文具女子博オンラインの購入品紹介やりますので、楽しみにしていただけたらなと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。